アクセスチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。フリーアナウンサーの近藤佐藤です。今日は私のカバンの中身をご紹介します。はい、こちらのカバンになります。これはご承知の通り、普段仕事で使っているものではないです。ちょっと着物で特別なところにお出かけしたり、あるいは洋服でカジュアルにジーパンとかシャツみたいなところを、着た時にアクセントになるようなバッグになっています。これフェンディのピカブなんですけれども、すごくカラーと私ね、グレー、もう今日ほら全部グレーでしょ。着物もバッグも頭もグレーなんですけど、グレー好きなんですよ。他にもね、結構グレーベースのカバンとか持ってるんですけど、これもとにかくカラーが気に入って、かつこういった繊細な、刺繍とかビーズの飾りがとても気に入って、実はこれね、多分実店舗で多分5、6個見たと思います。柄っていうか模様みたいなものも比較して選んだ覚えがあります。例えば動物とか川とか、例えばクロコダイルもそうなんですけども、これから私がこの先、わざわざ買い求めることっていうのはだいぶ減るのかなとは思うんですが、やっぱとても美しいものだなっていうのはふうには思っていて、それで、今時代が時代だからこれを使わないでじゃあこの子のためのお墓を作ってあげるかって、そういうことではないと思うんですよね。やっぱりこれは私の手元に来た以上大事に私が、ずっと使ってあげるっていうことがとてもいいことかなというふうに思っています。でピカブはとても小ぶりで使いやすいので、形としてはとても気に入っています。お財布もいくつか持ってます。これサンローランの三つ折りのお財布ですね。もう本当に最小限に現金とカードが入るっていう、ものです。なんで最小限なんだけどちゃんと小銭入れもついてるよって、これ小銭入れついてるっていうのはすごくポイント高いです。これもほらグレーベージュでしょ。好きなんですよ、こういう色が。で普段は仕事の時は、長財布だったり二つ折り財布だったり、本当に三つ折り二つ折り長財布っていうのを常に使い分けてる感じです。それからなんだろうな、ハンカチ、これはノーブランドS がついてるよ。 S、 佐藤の S。 携帯も必要。携帯はいわゆる iPhone です。そしてこれがロエベですね、のキーケースです。ちょっとこれには大きいんですけど、カバン小さい時は鍵を付け替えるんですが、結構大きなカバンにガサッと入れるのが好きなので、こういった鍵なんかはよく見失うんですよ。なので大きなキーケースがついていると取り出しやすい、しかも可愛い。実はこの子の私は親も持ってます。これの5倍ぐらい大きいバッグなんですけどそれは物がちょっと入んなかった。はい、でさすがにそのバッグにこれを入れるとなんかマトリョーシカみたいになるんで、なんかちょっと使ってないんですけど、これが気に入ったの。このうさぎってロエベの、結構トレードマークなんですけど、このなんかちょっと柄の取り合わせ、白黒ブルーみたいなのがとても素敵だと思って、バッグもこのカラーのでかいので、キーケースもこれになってます。私よく携帯とかお財布を忘れるんですよ、出先で。で忘れると何が起こるかっていうと、電車バスタクシーに乗れないっていうのがありまして、この中にちょっとだけ現金を入れてます。それぐらい私は結構忘れ物を昔からするタイプです。だんだんもう残り少なくなってきましたけど、はい、これはもうフォルムが可愛いですよね。シャネルのハンドクリームです。はい、ちょっとシワも伸びるよってやつかな。で香りがとてもいいのでリフレッシュメントみたいな雰囲気で使ってることも多いかな。
もちろんさらっとしてべたつかないっていうのもいいんだけども、ちょっと気分転換したい時に使うアイテムです。もうあと化粧品しか使ってないかな。これ MAC のパウダーなんですけれども、ハイライト、これは優秀。皆さんよくご存知だと思うんですけど、これは優秀だね。もう化粧直し、もうこの年になるとツヤがなくなるので、ツヤを出したい。テカるというよりはツヤね。で私はこれを結構使ってます。メイクさんから教えてもらったんですけど、でこれは携帯のこれは筆です。これは博報堂ですね。長年お世話になってます。はい。やっぱり出先でこういうなんていうのかな、こうちょっと気持ちのいいものを使うっていうのもまた特別感があっていいです。でもう本当に残り少なくなって、なんでからっていうとカバンが小さいからなんですけど、これが私の、一番よく使っているリップで NARS の、比較的こうおとなしい色味になってきます。私はですね、パーソナルカラーでいうところの、ブルーベースの夏というふうに教えていただきました。で、ちょっと青系なのかな、でもそんなに赤すぎないリップっていうことで、これは大変重宝している感じです。でなんだろうな、ブランド品っていうかカバンの中身っていうか、何でもそうなんですけど、化粧品に関しては実は私は全然興味がないって言ったら失礼なんですけど、どうしても仕事なんですよ、お化粧が。普段はノーメイクでいることもすごく多いし、いわゆるこう近視が強いので、眼鏡をかけていることも多いんですね。日々ヘアメイクさんとご一緒するので、その方に今どういったメイクが流行っているのかとか、どういった化粧品がおすすめなのかっていうものを聞きながら、その都度買ったりしています。で、そうですね、もうこのマックにしてもナーズにしても全部そのおすすめなんですけど、このハンドクリームに関しては実はいただき物でプレゼントです。でプレゼントもやっぱりテレビ局の女性にプレゼントしていただきました。ローカル局のアナウンサーの方なんですけど、とても気に入って使っています。なのでなんかこういただき物っていうか、人からプレゼントされたものを持って歩くっていうのは私はとても好きで、だから私もよくね、これプレゼントされてその後私また違う人に自分で買ってプレゼントしてます。気に入ったものは自分でも買ってプレゼントをするんだけど、なんかその人くれた人の思いを持って歩くっていうのがすごく私は好きなんですね。ちょっとしたご挨拶だったりとか、例えばお食事のお礼とかそういうことではあるんだけれども、誰かに物を送るっていうその気持ちってすごく素敵なので、私はそういったものがね、カバンの中に入ってるとね、すごくなんか心がこう落ち着くというか。でこのハンカチも、いただき物なんですね。自分で買ったものももちろんこうあるんですけど、そういうのはすごい素敵で、ストーリーがあるものって品物ってすごい好きだなと思うんですけど、私着物に対しても文化っていうものをすごくリスペクトしてるんですよ。着物が日本の中で、ずっとこう紡いできたカルチャーっていうのがすごい好きで、そうなると例えばフェンディのカルチャーって何だろうっていうことを考えるとすごく私はいつもね注目してるブランドではあるんですよ。もちろん物自体もすごいんだけれども、例えばそのローマのフェンディの本社でイタリア文明館っていうふうに今言われてるかな、なんですけど、そこは、いわゆるファシズム建築の、代表作って言われたもので、そこにフェンディが本社を構えるって言った時にすごくびっくりしたんですよね。やっぱりその政治的な要素とか国民の反発とか、あと文化的なものとか政治的な全てをその内包している建物に、そこにこの
イタリアを代表する、ブランドのフェンディが入るって聞いた時に革新的だなとも思ったし、かなりアグレッシブだなというふうに思ったんですね。でもそこを利用しながら新しいその価値を生み出していってる。でこれはもちろんそのクロコダイルなんですけれども、やっぱりその新しい素材とか、ファイバーの、製品も日々生み出しているから、そういうなんかこうブランドそのものをリスペクトするっていうもの、これね、だからイタリアと日本ってすごくシンパシーがあると思うんですよね。なので比較的イタリアのものっていうものを持つことが多いかなっていうのは思います。エルメスはねフランスですけど、ちなみにここに刺さってるのエルメスっていう感じです。いろいろお話をしましたけれども、以上が私のカバンの中身でした。私はですね、里を読むというYouTube チャンネルを開設しておりまして、その中で、評判がいいのは着物 YouTuber なんですけれども、声の表現をしながら朗読チャンネルのつもりで立ち上げました。朗読もやっておりますが、着物の方が評判がいいようでございます。そして朗読なんですが、これも私のライフワークとしてやっております。6月30日、7月1日に、VA と書いてバと言いますけれども、フジテレビのアナウンサーの先輩である山村美智さんと河野恵子さん、そして私の3人で、トリオでしょうかね、朗読会を催します。とにかく明るく楽しく前向きに人生を歩んでいこう。でも人生って明るいばっかりじゃないよね、辛いよね、でも辛いところから立ち上がっていく、辛いものを忘れていく、それも人間で、人生って面白いよねっていうようなことをテーマでですね、面白いものを舞台にかけていますので、これもご興味がありましたらチェックしていただけると嬉しいです。こんにちは、近藤里です。 YouTube 着物バラエティチャンネル里読む、着物に関することを時に面白く、時に真面目にあらゆる角度からお届け。着物好きはもちろん、そうでない方も一度ご覧ください。